アンナの日記。さあ皆さん聞いてください。ここでビッグニュースがあります。この前ですね、お弁当をもうこの時点で全然ビッグニュースじゃないですよね。お弁当があって、で、大体結構お魚とお肉があることが多くて、今まで私お魚を取ったことって多分なかったんですよ。で、いつもお肉ばっかり取ってて、メンバーも大体みんなお肉を取ることが多いので、お魚が残りがちなんですね。なので、スタッフさんは最初からお魚を取ってくださる方が多かったりするんですけど、なんとですね、私、この山本アンナが自らお魚のお弁当を選ぶ日になりました。大人になりましたね。なんかこの日のお魚が、なんだっけな、銀だらみたいなやつだったんですよ。で、なんか見た目がすごく美味しそうで、メンバーもなんか魚が美味しい美味しいってすごく言ってるのを聞いて、なんか逆にお肉を食べてるメンバーがほとんどいなくて、なので私もお魚食べようって思ってお魚を食べました。とっても美味しかったです。なのでまたこれがあったらお魚を選びたいと思います。イコールラブ山本アンナの真夜中ラボ。皆さんこんばんは。火曜の夜いかがお過ごしでしょうか。イコールラブリーダーの山本アンナです。さあ今週も前回に引き続き、ツアーのお話をしていきたいと思います。はい、さあということでその前にね、ちょっと今アンナの日記でなんとビッグニュースというほどでもない話をしたんですけど、なんかでも大人になるにつれてお肉より魚の方が好きになるっていう話とかも結構聞くんですけど、皆さんはどっちが好きですか？私はまだやっぱ好きなのはお肉なんですけど、やっぱりこう年齢を重ねるごとに昔はお肉だったけどお魚になったよっていう方とかもいたら、ぜひハッシュタグマヨラボで教えてください。私が見に行きます。ということでたくさんつぶやいてください。今日もよろしくお願いします。さあこの番組はイコールラブ山本アンナを甘やかしながらもリスナーさんにちょっぴり成長を期待してもらうラジオ界初の見守り番組です。そして番組では実況ツイートをお待ちしております。すべてカタカナでマヨラボ、ハッシュタグをつけて見守ってください。今週の真夜中ラボもぜひ最後までお付き合いください。それでは今回も行ってみましょう。 You Are My Ideal と私後編イエーイ。さあ2020年から2021年にかけて行いましたウィンターツアーですが、今回もマヨラボでゆっくり振り返っていきたいと思います。前回はですね、3つの会場のお話をさせていただいたので、今回は12月19日20日に行われた千葉県松戸市文化会館森のホールでのお話からスタートです。この時からね、なんと 2days 続けての公演ということで、私たちもすごく3公演いけるかなっていう気持ちがやっぱね、最初はすごく大きかったですね。でリハの前にこの日はこう客席にね、結構よく行くんですけど、行ってみてこう一番上の方とか端っこの方からこうどういう風に見えてるのかなって、どうやったらここのお客さんにもこう見えてるよとかいうのが伝わるのかなっていうのを結構メンバーで見に行くことが多いんですけど、この日もね森のホールでこう上の方に行ってみたんですよ。もうそしたらもうなんか下に落ちるかと思ってっていうぐらい結構急な坂道じゃない急ななんか角度がついてて、なんか結構ファンの方、これは高所恐怖症の方とか大丈夫かなって心配にあったんですけど、どこの席にいても皆さんに私たちのパフォーマンスが届いてたら嬉しいなって思いました。さあそしてですね、この日はもう少しでクリスマスということで、なんとサンタさん衣装をね、3公演ともアンコールの方で着させていただきました。で前回も866ツアーの時にクリスマス前の仙台公演、クリスマスの日だったのかな、ちょうど仙台公演だけサンタさんをね着たんですよ。でその時はまだねこう声を出して大丈夫なライブだったので、すごくみんなの歓声がすごくて、で今回はやっぱりこうマスクで声を出してはいけないので、みんなおみたいな感じ、みたいな、すごくこう止めなきゃっていう気持ちもあるんだろうなっていう、ちょっとなんかこう愛おしいというか866ツアーの時の歓声をすごく思い出しましたね。でもやっぱり喜んでくださってるのが伝わって、すごく
なんか嬉しかったし、なんか衣装さんもどうだった反応っていう風に私たちに聞いてきてくださって、ものすごく皆さん声を出しそうになってましたって言ったら衣装さんも笑っててすごく喜んでくださってたのでよかったなって思いました。はい。そしてですね、この日はなんとスタッフさんからのこの2公演目かな、この20日の方でスタッフさんからのなんとサプライズがありまして、ホールツアー最終日一緒に頑張ろうスタッフ一同っていうのをなんかこうリハーサルの最後に出してくださって、もうメンバーみんなめっちゃ感動して、なんかもうすごく愛のあふれたこうなんて言うんだろう、スタッフの皆さんで、もうすごくこうライブ前から幸せな気持ちになって、みんなで頑張ろうっていう、スタッフさんにも恩返しをしたいっていう気持ちがすごく強くなりました。それでそれはモニターに出してくださったんですけど、こう衣装部屋に戻ると衣装さんもツアーの一旦ね武道館前の最終日だったので、ホールツアーは最終日ということで最後頑張ってねとか、イコラブちゃんしかっていう言葉とかをすごく鏡にこうテープで書いて貼ってくださってて、なんかもうそれを見た瞬間もうメンバーめちゃめちゃもう半泣きですごくもう本当にたくさんの方からの愛に包まれてるなって思って、本当にイコラブは幸せ者だなっていう風にちょっと今噛みそうでしたけど感じました。ということで、じゃあこの日の思い出を今回も、絵にしてみたいと思います。なんだろうな、やっぱこの日の思い出はこれかな。でもね、私もねもうちょっとこう頑張って絵を描こうと思えば描けるんですけど、今なんせ時間的にもね、こうゆっくりと喋りながら描いている暇がないんですよ。言い訳じゃないんですよ。森のホールで来たサンタさんの衣装です。やっぱりね、この3公演はサンタさんの衣装を着たのがとっても思い出なので、そして皆さんの反応がすごく可愛くって、それがすごく幸せだったので、この思い出を書きました。ということで、皆さんぜひ Twitter の方もチェックしてください。それでは、ここで曲を1曲聴いていただきたいと思います。前回ですね、このツアーで、ユニットを交換していて、スイーティストガールを流させていただいたので、今回はこの曲です。それでは聴いてください。イコールラブで推しのいる世界。さあ、ということで皆さんお待ちかね、2021年1月16日と17日に開催されました、日本武道館での2日間のお話をさせていただきたいと思います。じゃあまずは1月16日の、私たちの気持ちやこの日の出来事など話していきたいと思います。まずですね、1月16日の前日は結構イコラブはこういつも、毎回ではないんですけど、こうお休みの時も結構あって、なぜならスタッフの皆さんがまずは会場を作ってくださったりでもういらっしゃらないんですよ。なのでそれまでに私たちはリハーサルを終わらせて完璧な状態で迎えないといけないので、結構前日はみんなもうこの日はそれまでをめちゃめちゃ頑張ってこう美容室に行ったりとか、こういろいろ精神統一をする日なんですね、前日は。なので多分私もこうトレーニングはしてたんですけど、結構お仕事っていうよりかはこう自分の中でのこう練習をしたりとかも自分で全てこう解消する日というか、そんな感じでした。で全然眠れるって思ってたんですよ。あんまり緊張っていうか普通に楽しみだなっていう感じだったので、眠れるかなって思ってたんですけど、眠れないこと、こんなに眠れないっていうぐらい全然寝れなくて、脳では寝れるって思ってて緊張してないと思ったりしてても、やっぱりこう心のどこかでそういう緊張とかドキドキとかがあって、もう体がそうなっちゃってるんだなって、反応しちゃってるんだなって思って、人間ってすごいなっていう風に思いました。なのですっごく正直朝行った瞬間からめちゃめちゃ眠たくて、これ武道館大丈夫かって思いましたね。そう、あとね、すごい関係ない話なんですけど、楽屋の椅子が社長椅子なんですよめっちゃ真っ黒のめっちゃでかい、もう私のこう座った時に頭より上まで背中の背もたれがあるみたいなやつで、もう逆に倒れられないみたいな椅子で
なんかすごく社長になった気分で、みんなで社長椅子だーって朝から言ってましたね。はい、さあということで、そして、全員で一斉に会場とステージをみんなで行くよって言って、せーのバーンで見たんですよ。いや、あの時のなんか12人で一斉にあのステージとこの会場を見ることができた感動だったり、もういろんなことが込み上げて、なんかすごく泣きそうでしたね。でもまだ早い、まだリハーサルも始まってないぞって思って我慢したんですけど、本当に感動したし、なんかこれがこうなんだろう、対バンとかではなくイコラブだけの12人でのステージなんやと思って、すごくなんだろうな、幸せな気持ちになったし、なんかいろんなこの約4年弱の気持ちが込み上げてきました。で、本当に、そこからリハーサルをして、やっぱり当日初めて会場に行ってリハーサルをするので、当日変更される部分ももちろんたくさんありますし、あと階段とかはリハーサルではないので、なんとなく何段かなっていうので予想でやってたりもしてるので、やっぱりね、当日行ってみてすごく変わることも多くて、リハーサルはもう緊張ワクワク楽しみというよりは、もう集中しなきゃっていう気持ちしかなくてみんないっぱいいっぱいっていう感じだったと思うんですけど、無事にリハーサルを終えて、でもいつも私って基本本当に緊張しいで心配性で、どうしようって思っちゃう人で、ライブ前は結構一人の空間になりたいので、一人で静かなところをどうやってでも見つけて誰もいないところで MC 確認したりとか、流れを確認したりっていうのがルーティンなんですけど、なぜか1月16日は思ったより焦りとかがなくて、なんか楽しみっていう、早くステージに立ちたいっていう気持ちが強くて、武道館マジックなのかわからないんですけど、なんかすごく思ったより落ち着いていて、すごく心から楽しんでパフォーマンスすることができたかなって思います。で、久しぶりのね、あとイヤモニもつけたので、すごく感覚的にもちょっと最初は戸惑うところもあったんですけど、やっぱりイヤモニがあったらソロとかが特に歌いやすくて、みんなのね声とかもよく聞こえますし、でも逆にイヤモニを両方しているとファンの方のねあんまり声っていうか、今回は声が出せないんですけど、あんまり聞こえづらいんですね。なので指原さんにもみんなで手を拍子してねっていうところだったり、 MC だったりは外して片方でやった方が、やるのもありだよっていう風に教えてもらったので、いつも両耳、私は結構イヤモニが取れやすいのでテープを貼ることが多いんですけど、ファンの皆さんの手拍子だったり、やっぱりそれってその時にしか味わえないものだと思うし、もちろん映像とかも残るけど、でもやっぱりこのステージ上から見た景色、音っていうのは一生その時にしか見れない、聞けないものだなって思って、もちろんイヤモニを私も外して皆さんの手拍子だったり一緒に一体感っていうのをねすごく感じることができました。でもこういうのを教えてくださるのってやっぱり指原さんが今までたくさん経験してらっしゃって、それをもとに教えてくださってるから、なかなかこういうことまで教えてくださるプロデューサーさんっていないんじゃないかなって思って、本当にやっぱ指原さんがプロデューサーさんでよかったなっていうふうに改めて感じた2日間でした。はい、ということで、もうこの日は、もうエンジンから私がもう涙って感じででその後瞳が煽ってっていう、もうスタートしてからも涙っていう感じで、もう最初の方が結構涙だったんですけど、でもやっぱり何よりもイコラブって一番最初多分何人ぐらいだったんだろう、200人くらいかな。でも200人ぐらいでもすごくお客さんが来てくださってる方だと私はすごく思うんですよ。それはやっぱり指原さんっていう名前があって、やっぱり興味本位で最初は見に来てくださってる方もたくさんいてくださったので、すごく最初から恵まれた環境ではあったと思うんですね。なんですけど、やっぱり今と比べたらもちろん今の、何分の1だっていうほどの人数ですし、なんかその頃から考えたり、その頃から来てくださってるファンの方もいるなとか、いろんなことがあったなっていう風に思うと、なんかすごく
ジーンときちゃうというか、それで大きいステージに連れてってねっていう歌詞とかもあるんですけど、こうみんなでこうやってこんなにも大きいステージに行くことができて、なんかすごく幸せだなっていう風にね、改めてこうパフォーマンスをしながらすごく思いました。はい、ということでまずは1月16日についてお話しさせていただきました。ちょっとね、武道館なので話が長くなってしまっているんですが、引き続き次は1月17日の方をお話しさせていただきたいと思います。1月17日の方が緊張しました。まず一言で言うと。なんでなんですかね。なんか16日の反省をやっぱり活かしてっていう気持ちもすごく大きかったですし、なんか特に2日目の方が緊張していて、で指原さんがそのリハーサルも来てくださって、で私たちにかけてくださった言葉があって、これはドキュメンタリーとかであるのか、ちょっとまだわからないんですけど、とあるお話をしてくださって、ステージ上でもうめっちゃ泣きましたなんか16日より17日の方がすっごい泣いてしまって、でもう特に私がもうもう涙のもう入り込んでしまって、もう何に対しても泣けるみたいな感じでなってしまって、もうスイッチが入ってしまってですね、私の。もうスタッフさんに、もうアンナが今日ずっと泣いてるよってハンちゃんがもうずっと泣いてるって言われたり、もうメンバーにもアンナ顔がもうパンパンなんで目がパンパンやってすごく言われたんですけど、でもそれも思い出かなっていうポジティブに捉えればかなって思いますね。あとこの日のリハーサルの終わった後にファーストシングルとかからずっと支えてくださってるスタッフさんとまずは写真を撮って、その後に今回のコンサートで支えてくださっている何名かの方、すごいたくさんの方も交えて、みんなで写真も撮ったりしたんですね。なんかそういう風景を見るとまたそれでも私泣いちゃってなんかこんなにもたくさんの方が支えてくださってるんだって、この武道館にはこんなにもたくさんの方の力があるんだとか、いろいろ考えたらもう涙の止まんなくて後ろ向いてスタッフさんの顔を見てずっと泣いてましたはい。だしね、あとこの写真つながりで言うと、毎回ライブの後半、もう一番ほぼ最後にファンの方をバックにみんなで写真を撮ろうというところがあるんですけど、その写真をね送られてきて、武道館の16、17の写真をどっちも見た時に、もうこの写真は一生の宝物やなっていう風にすごく思って、すごいね、もう本当にこんな景色を見れることって人生そうそうないだろうなって思って、本当にね、でもまたいつかこの景色を見れるように頑張りたいとも思いましたし、本当に私にとって宝物の2枚になりました。武道館の次の日は何してたのかなって思ったら、普通にお仕事してて、で、そのお仕事のスタッフさんもね武道館に来てくださってて、すごい良かったよって言ってくださったりで、またその次の日には結構大切な撮影がね、みんなでの撮影が結構控えてたので、意外にね武道館の日食べられなかったんですよ、ご飯をだから今回のツアーとか武道館は意外に美味しい食べ物がいっぱい差し入れ食べたいのに意外に食べられなかったっていう、悲しい思い出の方もありますでもそれも含めてやっぱりこのツアーだったり武道館だったり全てが本当に思い出だなっていう風に思いました。こういう状況でこうやってたくさんお客さんに入ってもらってのライブができることのありがたさっていうのを改めてたくさん実感しましたし、本当にね、スタッフの皆さんにもそうですし、指原さんだったり、そしていろんな思いで来るっていうのを決断したり、今回は行かないっていうのを決断したりと、すごいファンの皆さんの中でもいろんな選択があったと思うんですけど、どれが正解っていうわけでもないし、本当にしょうがない決断だったと思うので、でもきっとまたいつか皆さんと声を出してライブができる日だったり、皆さんが不安にならずに来れるライブがきっとできると思うので、それまで皆さんには待っててほしいなって思います。このね、紙に武道館での絵を描きたいと思います。武道館の絵難しい。武道館だけ達筆で描くっていうね。はい。ということで、武道館の絵も完成しました。全然感動的な話、し
したとしてもこの絵を見たら全部ね、まっさらな状態に戻りますね。この絵を見るだけで。はい。ひどい絵が完成しました。ということで、今回は12月19日、20日、そして1月16日、17日でのお話をさせていただきました。本当にこのツアーを通して、こうツアー、コンサートのやり方だったり、見せ方、メンバーでのこう作っていき方とか、いろんなことをこう学んだツアーになったんじゃないかなっていうふうに思います。本当に12人みんなで最初から最後までみんな怪我なく、本当に誰も抜けることなく最後までこうやって走り抜けることができて本当に良かったなって私もすごく思っています。やっぱりね、メンバーがいることが一番やっぱり力強い、心強いですし、私もすごくたくさんメンバーに助けられた部分も本当にいっぱいあるので、これからもお互いみんなで支え合って、成長していきたいなって思いますので、これからも皆さん一緒についてきてください。もっともっとたくさん大切な宝物のファンの皆さんといろんな景色を見れることを私たちも楽しみにしています。ということで、これからもイコールラブをよろしくお願いします。以上、ウィンターツアー You All Are My Ideal と私後編でした。FM 富士からお送りしてきましたイコールラブ山本アンナの真夜中ラボ。あっという間にお別れの時間になりました。ここでイコールラブからお知らせがあります。今回の武道館で発表させていただいたんですが、2021年の春にファーストアルバムの、発売が決定しました。こちらもたくさんの方に届くような楽曲をたくさん作れるようにみんなで頑張っていきたいと思いますので、楽しみに待っていてください。そして番組では私への質問、相談、言ってほしいセリフなど何でも大募集しています。ラボ@fmfuji.jp までメールをお送りください。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手はイコールラブ山本アンナでした。おやすみートボール弁当箱。日本武道館最高の景色でした。ありがとうございました。